皆さんこんにちは。今日も最新のウクライナ情勢について、公開情報をコンパクトにまとめて地図を使って、いち早くわかりやすくお届けします。よろしくお願いします。チャンネル登録して通知をオンにすると、動画公開時に連絡が来ます。過去の動画も再生リストから合わせてご覧ください。ウクライナ情勢。ロシアがキーウに侵攻してから1122日になりました。まずは全般的な事柄です。先ほど公表されたウクライナ軍の参謀本部の最新の発表によると、ロシア軍の損失は兵士1330名、戦車17両、装甲戦闘車28両、砲101門、多連装ロケット2両、防空システム1機、ドローン185機、その他車両167両、となっています。戦線全体では、127回の地上戦の報告がありました。兵士の損失は90万人を超え、イギリス国防省は定期報告で、ロシア軍の兵士の損失は90万人で、そのうち20万人から25万人が死亡したとみられ、これは第二次世界大戦以来の最大の損失となった。ロシア指導部は、兵士の命より戦争目的を優先し、今後も高い死傷率を犠牲にするのは間違いない。特に、貧困地域の少数民族の命は重要視されていないと分析しています。戦況図と並んでよく見られているウクライナとロシア情勢のニュースコーナーです。YouTube のチャプター機能で必要なところを見ることもできます。今日は視聴者様のご要望にお答えして、ロシア経済破綻寸前特集です。1番目。企業の担当者がポッケないないしている姿が目に浮かぶニュースです。ロシア産業起業家連合 RSPP は、大企業でも債務不履行から倒産の危機が迫っているとロシア政府当局に警告しました。RSPP はロシアの大企業が名を連ねる経済団体で、日本で言えば経団連に相当するような組織ですが、先日採択された決議では加盟企業で運転資金不足が拡大していると指摘し、政府に対し代金を契約時に 75%、完成時に 25% 支払うよう改めること、代金の支払いが契約通り行われているかどうか監視する仕組みを設けることを求めました。関係者は、国営企業でも支払いが3ヶ月から6ヶ月遅くなっている。銀行預金で 20% の利子がつくため、支払いを遅らせようとしている動きがあると指摘しています。1億円の支払いを1ヶ月遅くして銀行に預けるだけで200万の利子がつくなら、そりゃ誰だってそうなりますよね。2番目。ロシアのエネルギー大手のガスプロムの決算が明らかとなり、昨年131億ドル2兆円の損失となったことが分かりました。ガスプロムは2023年も76億ドルの損失を計上し、話題となりましたが、その2倍の赤字を叩き出したことになります。その理由として、欧州での売上がピーク時の6分の1と低迷が続いていること、ウクライナ政府がパイプライン輸送を停止させたこと、子会社のガスプロムネフチの株式の評価額が少なくとも半分未満になったこと、ロシアの所得税率が 25% に引き上げられたことを指摘しています。ガスプロムは今年本社だけで1600人の解雇を行う情報があり、不動産を大量に売却して生き残りをかけていると伝えられています。3番目。ロシアを代表する経済学者で、現在はスパイに認定され亡命生活を送っているイーゴル・リプシッツ氏は、現在のロシア経済について、プーチンの幻想は崩れつつあり、崩壊が迫っていると述べました。同氏は NV のインタビューで、ロシア経済の状況について、戦争による好景気はすでに終了した。プーチン大統領自ら成長鈍化を認め、国民に悪い知らせに備えるよう言っていると述べ、石炭産業から始まり、次は鉄鋼、林業、航空、運輸、
物流と需要が減少し、働けば働くほど赤字となる業界が毎月増えていると、経済が急速に悪化していることを指摘しました。また、同氏は最近のルーブル高について、これは人為的なもので、まず政府の介入がある。次に、政府は輸出業者に外貨を売ってルーブルに変えるように強制している。その結果、一時的にルーブル高となっていると指摘し、ルーブル高で輸出業者の収入が減少し、賃金、エネルギーなどの国内コストを払えなくなっている。企業は政府に対し、ルーブルを下落させるよう懇願している。政府はいずれそうせざるを得なくなり、インフレが猛烈に再燃するだろうと分析しました。最後に、今後について、戦争が長引けば状況は悪化する。政府は打つ手がなくなりつつあり、クレムリンは事実を隠せなくなり、間もなく崩壊の音が聞こえるだろうと予測しました。それでは、各地域の戦況です。戦況の変化のあるところを中心にお伝えします。その変化は大画面でフルスクリーン表示にしていただくと、街並みや日付とともに追いかけることができます。説明にあたり、ルジアンやルシアン軍など、YouTube 用に最適化した表現を使用し、数時間後に聞き取りやすい英語の副音声を公開しています。北東部クルスク、ハルキウ方面。ルシアン軍が奪還作戦を行っているクルスク。ウクライナ軍が越境攻撃を行い侵攻したベルゴロド。そして、ハルキウ方面の戦況についてお伝えします。クルスク方面。作戦に影響を与えるクルスクの天気は、晴れ。最高気温9度、最低気温-1度。今日の天気予報も晴れとなっています。ルシアン軍は18回の小規模な攻撃を行いつつ、総攻撃に向けて再編成を行っています。1番目。最初に、スジャのガスメーターステーションで、原因不明の大爆発が起き、広範囲に炎上しています。映像では、これまで見たこともないような明るい光が集落全体を包んでいることがわかり、地面一帯から煙が立ち上っているのが観察できます。炎は50キロ離れたウクライナのスームイからも確認できるとのことです。今のところ停戦は発効していませんが、ルシアンの外務省では、すでに停戦に違反していると主張しています。2番目。ウクライナ側のジュラフカでは、位置情報付きの映像によると、ルジアンがひっきりなしに攻勢を仕掛けています。ルジアンは低地から攻撃し、ウクライナ軍の第67機械化旅団は、ドローンと砲撃で応戦して、この攻撃は失敗に終わりました。戦況図では、新たに係争地の範囲を設定しました。3番目。また、バシフカの西の郊外と集落でも、ルジアンが正面突撃を続けています。まずご覧いただいているのは、ウクライナ軍の国家警備隊のもので、郊外にあるルジアンの対戦車砲や装備を、ウクライナ軍のドローンが観察しているところとなっています。また、集落内でも、ルジアンが前進を試みていて、こちらは、集落の南の端をバギーで走行しているルジアンの様子を観察しているところとなっています。戦況図では、郊外の一部で、ルジアンが 1.5 キロほど前進し、占領したとして更新しました。ベルゴロド方面。この方面では、ウクライナ軍からの情報はありませんが、ルシアン側からの情報では、ウクライナ軍は2カ所か3カ所でルシアン領内に侵攻し、越境攻撃を行っています。また、ウクライナ軍の参謀本部は、デミドフカにあるルシアン軍の第20軍第3自動車化ライフル師団の司令部を完全に破壊し、敵の作戦実行能力を大きく低下させたと発表しました。1番目。デミドフカの郊外では、位置情報付きの映像によると、ウクライナ軍の車両が前進しているのが観察され、すでに森林地帯に歩兵が展開している様子も確認できます。ご覧いただいているのは、ルシアン軍が撮影したもので、
地図の場所の様子となっています。ルシアンの軍事ブロガーは、ウクライナ軍がすでにデミドフカの郊外に来たと伝えていますが、このような場合には、ルシアン軍の対応を促すために、多少大げさに言う傾向がありますので、ある程度割り引く必要があります。戦況図では、集落南の郊外の一部まで700メートルほど係争地が拡大したとして更新しました。2番目。伝えられるところでは、ウクライナ軍は、グラフォフカにある幹線道路の橋を破壊し、ルシアン軍の補給を困難にしようとしています。3番目。また、その南のプリレシエでは、ルシアン軍の砲撃位置から、ウクライナ軍は国境の障害物を突破して集落に近づいている模様です。これに対し、ルシアン軍は、集落に車両を急行させていますが、ウクライナ軍に狙われて損害を計上しています。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の国家警備旅団のタッグチームの撮影したもので、地図の場所付近にいるルシアン軍の戦車と乗用車の様子を観察しているところとなっています。戦況図では、リレシエの集落全体で新たに係争地を設定しました。これ以外にも未確認ですが、ウクライナ軍はリプツィの集落にも入ったとの情報があります。ハルキウ方面。この方面で、ルジアンは5回攻撃を行いましたが、ウクライナ軍により撃退され、戦況図に変化はありませんでした。北東部、ルハンスク州方面。東部、チャシフヤール方面。クピャンスクからチャシフヤール方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、クピャンスク方面で6回、スバトベ・クレミンナ戦は13回、シベルスク周辺では1回、チャシフヤール方面でも1回、トレツクの方向は16回攻撃を行い、戦力をトレツクに集めていることが伺えます。トレツク方面。この方面では、ルシアン軍が市街地の再占領を狙って兵士を送り込み、局所的に戦力を集中させています。1番目。北の鉱山では、位置情報付きの映像によると、ウクライナ軍の陣地にルジアンが攻撃を仕掛け、ウクライナ軍が後退してドローンで応戦しています。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第28機械化旅団のもので、映像は暗くてよくわかりませんが、地図の建物の様子となっています。戦況図では、この場所までウクライナ軍の奪還地を縮小させ、係争地が拡大したとして更新しました。2番目。スタジアムの西側にある高層アパートでは、これまでウクライナ軍が拠点として利用してきましたが、ルジアンが正面突撃で前進し、占領しました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍のキジャーク国家警備旅団のもので、地図のアパートの内部をつぶさに観察している様子となっています。戦況図では、ウクライナ軍の奪還地を縮小させ、この場所まで500メートルほどルジアンが前進したとして更新しました。3番目。また、その西の地図の場所では、ルジアンが建物をすばしっこく渡り歩いているところが確認でき、ウクライナ軍が見つけて排除していますが、ルジアンはそれを超える兵士を送り込んでいて、追いついていない可能性があります。ご覧いただいているのは、こちらもウクライナ軍のキジャーク国家警備旅団のもので、地図の建物の様子となっています。こちらは戦況図に変更はありませんが、ルジアンはウクライナ軍の突出部を南西と北東から挟み撃ちにしようと考えられ、気が抜けない展開となっています。それ以外については、ルジアンの攻撃は成果がなく、戦況図に変更はありません。南東部ドネツク州、ポクロフスク、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、ポクロフスク方面では44回、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面で14回攻撃を行いました。ポクロフスク方面。この方面では局所的に激しい地上戦となっています。
ウクライナ軍の第32機械化旅団のバラブハ副司令官は、ウクライナのメディアに登場し、この方面の戦況について、敵は、もっぱら、バイクとバギーを使って攻撃を行い、装甲車は使用していない。状況は若干改善していると述べました。1番目。ポクロフスクの東にあるタラシフカの集落では、位置情報付きの映像によるとルジアンが攻勢を仕掛け、集落の端で接近戦となりました。ご覧いただいているのは、ルシアン軍の撮影したもので、地図の場所の様子となっています。この陣地はルジアンが支配し、戦況図では、この場所まで150メートルほどルジアンが前進したとして更新しました。2番目。ポクロフスクの南にあるシェフチェンコでは、位置情報付きの映像によると、ルジアンが北から攻撃を仕掛け、集落に入りました。それまで南西の方向から攻撃を行っていましたが、方向を変化させました。ご覧いただいているのはルジアン側のもので、地図の場所で撤退するウクライナ軍の様子を観察しているところとなっています。その後、ウクライナ軍はこの付近一帯を砲撃していることから、その範囲をルジアン軍が占領したとして更新しました。ルシアン軍は、ポクロフスクから集落に入る道路を占拠した可能性があり、こちらも緊張した状況が続きます。それ以外では、西側正面のザポリージャ村で、未確認ですが、ルジアンが前進したという情報があり、こちらは確認が取れれば再度更新します。コスティアンティノピル方面、ベリカノボシルカ方面。この方面では、ルシアン軍は、機械化攻撃と歩兵の突撃の両方を行っていますが、戦況図に変更はありません。ウクライナ側の軍事観察員のマショベツ氏は、この方面の戦況について、この方面に配置されているルシアン軍の第40海軍歩兵旅団と第336海軍歩兵旅団は、損失が多く、攻撃の勢いが低下していると述べました。後方地域。今日もルシアン領内で不審な出来事が起きています。昨日の動画で速報としてお伝えしたエンゲルス空軍基地では、ウクライナ軍のドローンが飛行場を破壊しました。ドローンは弾薬庫に命中し、大きな二次爆発を引き起こしました。住民は灯油の匂いがすると訴えていて、周辺地域から避難が始まっています。南部ザポリージャ州、南部ヘルソン州。これらの方面で、ルジアンはザポリージャ方面でのみ7回攻撃を行いましたが、ウクライナ軍により撃退され、戦況図に影響のある情報はありませんでした。その他、ロシアでは昨年から野良犬が人間に危害を加える事件が相次ぎ、社会問題となっています。野良犬は人間を襲い、狂犬病にかかれば人間が命を落とす可能性があることから、買い物など外に出歩くことが困難になります。与党統一ロシア党のテド議員によると、特に群れをなすと、狼以上に危険な存在になると強調しました。そのため、与党では、野良犬から石鹸を作るよう、法制度を整備するとしています。一方、獣医師のチェリャコフ氏は、メディアの取材に対し、ソ連時代には、犬の油分を使って石鹸を作っていたが、野良犬を減らす効果はなかった。野良犬は個体数が減少してもすぐに回復することが証明されており、一旦増えたものは不妊手術で減らすのが最も効果的だと説明しました。ちなみに、現在提案されている法律では、許可なく犬の散歩をさせた場合、5万ルーブルの罰金に課せられるとしています。今日は以上です。情勢分析やニュースの感想、最新情報など、ぜひコメント欄にお寄せください。最後に、このチャンネルにはサブチャンネルがあります。また、関連するツイッター、ノート、テレグラム、ニコニコ動画もあります。ノートでは全文を読むことができ、ニコニコ動画では過去の動画を順次掲載しています。何かあった時は、
これらのメディアで視聴者様にお知らせしますので、ぜひ、どれか一つでもチャンネル登録、フォローの方をお願いします。リンクは概要欄にあります。ご視聴いただきありがとうございました。